皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつもありがとうございます。今日はセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On タイタニックのテーマ曲となった曲です。これを練習していきます。この曲は大メリのハ、半音メリのツ、半音メリのハ、半音メリのレが出てきます。レベル4となります。この曲は転調があります。転調でサビの部分が上がっていく形になっているのですが、その流れでこの動画の後半で五光尺八での大管のツの音の出し方について分かりやすく解説しております。初心者の方はかなり混乱すると思いますけど、五光尺八の限界を楽しんでいただければと思っております。このチャンネルの最後に尺八用のカラオケを準備しておりますので、ぜひそちらの方も繰り返し尺八で練習してみてください。このチャンネルは尺八ファーストに徹した動画を目指しております。いいなと思われた方はチャンネル登録していただいて、いろんな曲を楽しく見ていきたいと思います。それではセリーヌ・ディオン My Heart Will Go On 行ってみましょう。どうぞ。それでは1段目を練習します。半音メリのツが出てきます。全部押さえて1個を半分開けて少しメリます。ここの1段目は続いて2段目、3段目、4段目と同じフレーズになります。しかし3段目になるとちょっと手数が増えます。ここで大メリの歯が出てきます。チーハチで1、2を閉じて3は開けて4を少し開けて5は閉じます。それでは5段目を練習します。
はい、先ほどの段でも出てきたんですが、大めりの歯、大きくめります。音程が高くなりがちなので、チューナーなどを見ながら注意してやってみてください。6段目、最後の段になります。この曲は転調が出てきます。5段目、6段目の転調パターンをやってみます。転調パターンの6段目を練習します。
転調の6段目なんですけど、ちょっと遊んでみたいと思います。ロの音をカンのロじゃなくてオツのロで、ずぶとい音でズバッと決めてみたいと思います。こうすることによって深みが出てきますので、ぜひ挑戦してみてください。私もなかなかうまくいきません。今回サビの部分の転調はツからレの音の一音にしました。この一音にしましたけど、このセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On の原曲なんですけど、サビの部分の転調がツから大メリのハ 2.5 音も上がっております。この大メリのハから始まる転調になります。恐るべしセリーヌ・ディオンの音の音域の幅が凄まじいというのを物語っております。それではちょっと吹いてみます。大メリのハからのサビの部分のバージョン。ここで大寒のつが出てきます。大寒のつの解説をしますと、まず大寒のレからやってみます。おつのレ、寒のレ、大寒のレ、これを連続して吹いてみます。おつのれ、寒のれ、大寒のれ。だんだん腹圧を、内圧を高くして、唇と唇の間を細くして、流速を上げて吹いていくことによって、大寒の音が出てきます。それでは、大寒のつの解説をしていきます。おつのつ、寒のつ。そしてこのまま腹圧を上げていった大寒の音。
実はこの音、管のつの1オクターブ上の音ではなくて、管の半音メリのレの1オクターブ上の音なんです。おつの半音メリのレ、管の半音メリのレを吹いてみます。これの1オクターブ上の音が先ほどのつの状態にしておいて、この音なんです。それでは大管のつはどうしたらいいんだということなんですが、今の大管のつを吹こうと思ったら、実は管の半音メリのレの1オクターブ上の音だったということは、半音高い音になってしまっているんです。普通ですと、めった時に音程が下がるんですが、こちらの音に関しては、めっても音は半音下がらないです。めっても同じ音が出てしまいます。したがってそれを半音低くして大管のつの音にしたいがために、この管尻の穴、ここを半分塞いだりかざしてあげることによって大管のつの音が出ます。そしてそれはどうやってやるかというと、指では限界が、こうやって塞ぐのが限界がありますので、よくされているのが太ももで少しかざしてあげるということがあります。この音が大管のつ。管のつの音の1オクターブ上の大管のつになります。このように太ももでこちらの管尻をかざすことによって半音下がります。ちなみにこの行為は五項尺八だけの話で、六項尺八、七項尺八、穴がこれは5つしか開いてないんですけど、ここに穴を開けたり、ここに穴を開けたりして6項、7項、6つの穴、7つの穴にすることによって、今の大管のつの音がきれいに出るということです。6項尺八、7項尺八の場合は、管尻の穴を太ももでかざす必要はありません。管尻を太ももにかざす必要なく、指使いだけで大管のつが出てくれます。それでは大管の復習をしてみますと、まずおつのろ、管のろ、ピ、それぞれ1オクターブ高い音になります。今度はおつの大めりのつ、管の大めりのつ、そしてた、1オクターブずつ高くなっていきます。
続いて、おつの半音メリのつ、間の半音メリのつ、そしてその1オクターブさらに高いシの音。これを連続してやっていきます。そして先ほど練習したつ、おつのつ、間のつ、大間のつをやってみます。大間のつは太ももでこちらのかんじりをかざすことによって出ます。かっこ悪いと思われるかもわかりませんが、そういう理屈で、五行尺八では大間のつの音はこうする方法しか指使いで出るやり方はないということでございます。はい、そして半音メリのレ、おつの半音メリのレ、間の半音メリのレ、そして大間の半音メリのレをやってみます。はい、先ほどやったように通常のつの音で大間の音を腹圧を上げて出した音は半音メリのレの1オクターブ高い音ということになります。最後にレ、おつのレ、間のレ、大間のレ。はい、以上半音ずつおつ、間、大間ということで復習してまいりました。非常に初心者の方は何を言ってるのかと、なんじゃこりゃということになると思いますが、まあそういうことがあるということを心の片隅に置いていただいて、尺八の練習に邁進してみてください。はい、私ちょっとその大間のつのことでお詫びしなければいけないのですが、レッスン151でテイク5、これを練習するときに大間のつを通常つの音で腹圧を上げて吹くのが大間のつというふうに説明してしまっていました。お詫びして訂正しておきます。どうも申し訳ございませんでした。ただテイク5に関しましてはレッスン151を見ていただいたらわかると思うんですが、非常にスピーディーな形で大間のつが出てきますので、その時にこう太ももをかざすような、時間的な余裕はないので、ああいった形で、半音メリのレの1オクターブ高い音にはなるのですが、それで甘んじて演奏するしかないかもわかりません。これが
正しい音程での吹き方となります。ただ、とても速いテンポなので、この曲を吹こうと思ったら、5項尺八じゃなくて、6項、7項尺八で吹いた方がいいのかなと思います。